あ、今年の漢字とやらがこれ発表されたんであるな。どれどれ。今年の漢字は密。はあ、密か。なるほどな。まあな、もう三密っていう言葉がだいぶ浸透したしな、ほんと。でもな、実際この1年、密どころか育ったよな。まあもともとそんななんかいろんな者たちと会うことがない魔王でも、全然人と会わんくなったしな。魔王仲間ともほとんどオンラインで話すとかばっかりになったし、何か直接会うことがあっても、だいたい2名とか3名とか、で、なるべく長時間一緒にいないっていう感じで、この言葉が意味するところよりも実際の密というのは本当になかったという感じだったの。そう思うと何やら悲しい一年であったの。であるならな、せめて絵ぐらいは密でいたいよの。じゃあちょっとツイッターで募集してみるのである。モフモフだと思う動物を教えてくだちい。めっちゃ来たのである。よーし。一丁メガミツ書いてみるであるか。ディープブリザード。ではな、作業工程の方を見ていこうと思うのであるぞ。まずはな、ツイッターでいただいた動物の配置を考えながら、とにかくこう、いただいたリプはできる限り詰めようという感じでこう、名前とかを忘れないメモをしながらこれはラフを書いておる状態。ラフというよりはもうこれは当たりかの当たりを書いて、とりあえず画面にみっちりもう密になるように決めて、で、ラフを書いていこうと。実際こうやってラフにしてみないとわからない工程というのはたくさんあるのでな。いやー書いてて、あ、これ終わらねえかもしれねえであるって思いながら書いておる最中なのである。まずは首周りにな、キツネとタヌキを描いてね、足元にチャウチャウ、猫。で、我をとりあえず描いて、我の周りにはなんかとにかくポメラニアンのリクエストが多かったので、もらったリプのポメラニアンを全部描く。7匹描いたのかな ?5、6、7匹、7匹描いて。で、チンチラ乗せて、で、これサモエドか。こう、だんだんポーズをどう描いたらいいんだろうみたいなことを考えながら、詰めて書いておるな。ほんと実際の動物のサイズなどを考えながら描くと結構その辺のバランス間違えとるなみたいなことを思いながら。アラスカンマラミュートを後ででかくしたりとかな。で、羊描いて、で、皇帝ペンギンの赤ちゃん。で、ここでやっと隅を描くのか。こう似ている動物をちゃんと違うように描くって、やっぱり今回はすごく意識して、羊とアルパカとか、あとクマとパンダとかな。種族的には同じようなものをこう、ちゃんと違うように見せるように描くっていうのはすごい意識した点ではあったの。で、隙間を詰めたらこっからは清書作業で。これは清書といってもとりあえず画面いっぱいに線を引き詰めるみたいな、そんな状態であるな、これは。なので、とりあえず書くだけ書いて、後からデッサンとか細かいパーツのズレを直そうというもう、随分志の低い状態でやっておるのではあるけれども。いやー、細かい。で、とりあえずキャラクターの前後とかは考えながら、まあ線が被ったり位置がずれてたら適宜直していくという感じで作業しておる状態であるな。いやー、ポメラニアンを7匹描いてちゃんと可愛く描けるのかとか、この時すごい不安に思いながら我を描いてるな、この段階は。あとはまだ実はこの段階で色をどうしようかとか、どういうカラーリングにしようかっていうのは正直考えてなくてな。最初全部動物をモノトーンで描こうかと思って、ちょうど白と黒で構成されてる動物が多かったり、アルビノの動物なんかも割といたりもするんで、白と黒で描いたら面白いのではないかと。なのでこう、パンダとハイログマでサモエドみたいな感じだったり、キツネタヌキみたいにこう対になる配置に意識をしておいてたりとかしてはいるんだけど、やっぱりどうしても色がつく動物も当然ながら多いので、
中途半端にモノクロとカラーの動物が混じるなみたいなことを解決策が浮かばないままこの段階では書いておったな。とにかくね、やっぱり画面にいろいろ敷き詰めないと密を再現できないっていうことばかりやっぱりどうしても気にしとったので書いとるな。いや、こうやってもう見ての通り清書しながらデッサンの狂いをもうリアルタイムで直していくという感じで、本当に半分一発書きのような書き方をこの絵ではやっておるな。いや、こうやってタイムラプスで見ても全然時間かかっとるなみたいなのを思うんだけれども、今回結局3時間半ぐらいかかったのかな、完成までに。なのでまだまだここ道半ばやっと後半戦といったところにある。で、ここから着色に入るのが、まずこの青い色で色を塗ってない部分を確認してから全体の密度とかを確認しつつ色を塗っておるのだな。あとさりげなく録画の間にデッサンの狂いとかをこまごま直しておると。で、まずは固有色が決まっておる我らを描いて、で、ここでもパステルカラーの三原色にしようと、パステルカラーの赤、青、緑にしようと決めて、まずはベースカラーを塗ってから、ちょこちょこと色の濃い部分、薄い部分っていうのをこう決めながら塗っていくと。全体的にやっぱりファンシーな色になるように、で、使ってない背景の黄色をバックグラウンドに置いて、で、まずは我ら、キャラクターの方の3人を陰影を塗ってから、あとは、このピンク、グリーン、ブルーの3色をそれぞれの影色で塗るっていう風にしてバランスをとっていくと。全体的にやっぱり淡い雰囲気にちゃんとなったらいいなと思っておるので、動物の陰影はかなり薄めにしておるな。まあそうすることで、それ以外の隅、プリズム、我の3人が際立つようにと調整をしておる。で、ここからは色トレスという線画に色をつける段階に入って、それぞれの色ごとに線画の色を描いていくという作業をしておる。で、細かい仕上げやハイライトを入れて、これで完成である。ディープブリザード。というわけで完成したのである。いやー、描いてて非常にふわふわぎゅうぎゅうの幸せ空間なのであった。本当にな、今年はいろんな物事が変わった年だったと思うし、まだまだ来年も気が抜けぬ年になるとは思うがな、こうやって絵の中ではふわふわ幸せでいられるっていうのは、それはそれで楽しいことなのかもしれんな。我もな、この1年絵を描く楽しさ、いろいろな形で伝えてきたとは思うけれども、やはりな、絵というのはこんな風に描いて楽しい、そして見てくれた方も楽しいと思ってもらえるものになるのが一番だろうと思っておるので、まだちょっと年の締めには早いかもしれぬが、来年もな、この気持ちを忘れず、みんなに楽しいお絵描きを伝えられたら良いなと思うのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。